慰安婦問題の解決には被害当事者がいなければありえないものと必ずしもそうではないものがあります。まず日本軍慰安婦制度の被害者への謝罪、個人保証、心や体の傷の治癒というのは被害当事者なしにはありえないものですね。そして慰安婦問題の最終的な解決というのがもしあり得るとして、そしてそれを決めることができる人がいるとすれば、それは被害当事者しかいません。そういう点で考えると、多くの慰安婦制度のサバイバーたちがすでにこの世を去ってしまったということは、慰安婦問題の最終的な解決が永遠に不可能になりつつあるということでもあるかと思います。いいえ、サバイバーがいなくなってしまったからといって解決のための取り組みが不可能になったわけではありません。というのも、慰安婦制度が当時の国際法や国内法にも違反していた犯罪だったわけですから、そうである以上、その加害責任を明確にすることや、再発防止ですね、再発をさせないための取り組みですね、そういった一連の解決すべき問題が残っているからです。とりわけ日本政府はこうした肝心な点こそを曖昧にしてきたということがさまざまな問題の源泉となってきました。そして1990年代以来、国連の人権委員会での報告をはじめとして被害当事者の訴えを受け止めた国際的な取り組みの中で常に提起されてきたのがこの加害責任の明確化でした。これこそが被害当事者たちの思いを受けて、むしろ被害当事者でない私たちが主体となって取り組むべきことだというふうに言えるかと思います。はい、いろんな動きがありましたが、2000年12月に開かれた女性国際戦犯法廷が重要です。特にその判決文が加害責任の詳細については注目されるところです。これはアジア太平洋戦争後の東京裁判で本来裁かれるべきだった日本軍慰安婦制度を裁き直すという形で開かれたもので、実際の国際法廷の担い手だったり、各国のサバイバーたちが参加した国際民衆法廷でした。その判決では客観的な証拠と証言によって事実を認定して、適用可能な当時の国際法に基づいて日本軍の大元帥だった昭和天皇をはじめとした個人の刑事責任と国家の責任を明確にしました。この判決には強制力はないんですが、解決のために常に立ち返って参照すべき基本テキストになっているというふうに思います。日本政府がすべきこととしては、2014年の第12回日本軍慰安婦問題アジア連帯会議の提言がよくまとまっていると思います。この提言では、日本政府に対して河野談話の延長線上で歴史的事実とその責任を認めるということ、そしてその上で謝罪、賠償、真相究明、再発防止措置を行うことを求めています。これが今日可能で、なおかつ必要な解決の道筋だというふうに考えます。過去の事実と責任を曖昧にするということは、むしろ将来に禍根を残します。責任を明確化することこそが慰安婦問題のような悲劇を二度と起こさせないようなそういう新たな未来を切り開くというふうに考えます。それを国際的な連帯の中で実現していくことが今日の私たちに求められているというふうに思います。